2012年、埼玉県で起きたある強盗殺人事件では、加害者が奪った報酬はわずか500円相当だったのだ。500円のために命を奪ったなの？それが強盗殺人事件になったのね。ギャンブル依存に陥った加害者が金銭目的で身近な人物の命を奪い、無期懲役判決を受けた事件なのだ。お金に追い詰められたとはいえ、命を奪うなんて絶対に許されないわ。しかもこの事件では、犯行後に証拠を隠滅しようとした疑いも明らかになっているのだ。証拠隠滅まで図っていたの？事件の全体像が気になるわ。どうもずんだもんなのだ。どうも被告めたんよ。今回はこの埼玉ギャンブル依存強盗殺人事件の詳細を丁寧に解説していくのだ。家族間での犯行という側面もある。非常に重い事件よね。後半では僕止めたんで、なぜ加害者が証拠隠滅を図ったのか、そしてギャンブル依存が招いた悲劇の本質について深く考えていくのだ。500円という金額が持つ意味についてもしっかり向き合っていきたいわ。この事件は風化させてはならない事案だと僕は強く思うのだ。被害者のためにも社会全体で記憶しておかなければいけない事件ね。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録してほしいのだ。高評価も僕たちの励みになるのだ。コメントで感想や意見も聞かせてくれると嬉しいわ。それでは最後まで楽しんでほしいのだ。一緒に事件の真相を見届けていきましょう。この事件の加害者がギャンブルに狂い始めた日、彼の財布にはわずか数百円しか残っていなかったのだ。たった数百円で何かが変わってしまったの？底をついた瞬間こそがこの悲劇の始まりだったのだ。その日を境に家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。家族の中で壊れていくというのが一番怖いわ。まずこの事件の背景から整理したいのだ。事件が起きたのは2012年、埼玉県内のことなのだ。2012年というともう10年以上前になるのね。加害者は当時家族と同じ屋根の下で暮らしていた男性なのだ。近隣住民によると、外から見れば普通の家庭に見えたそうなのだ。外から見れば普通ということは中では何かが起きていたのね。加害者がパチンコやスロットに手を出し始めたのは事件の数年前のことだと伝えられているのだ。最初は気晴らし程度だったと当時を知る知人は語っているのだ。最初はみんなそういうものよね。でもいつの間にかやめられなくなる。依存症というのはそういうものなのだ。最初の勝利体験が脳に刻まれ、もう一度という衝動が繰り返されるのだ。理屈では分かっていても抜け出せなくなってしまうのね。加害者は仕事と家庭を持ちながらも収入の大半をギャンブルにつぎ込んでいったのだ。給料日の翌日には財布が空になっていたと周囲は証言しているのだ。給料日の翌日に財布が虚しって尋常じゃないわよ。それでも彼は借金を重ねながらパチンコ店に通い続けたのだ。消費者金融のカードが何枚もあったと後の捜査で明らかになっているのだ。借金までして続けるなんてもうその時点で病気よ。家族はその状況に気づいていたのだ。特に被害者となる親族は何度もやめてほしいと訴えていたと伝えられているのだ。声をかけていたのに届かなかったのね。加害者はその訴えを聞くたびに苛立ちを募らせていったのだ。責められているという感覚が彼の中で徐々に怒りに変わっていったのだと思うのだ。つけようとした言葉が逆に追い詰めてしまったということ？ギャンブル依存症の人間が陥りやすいのがまさにその被害者意識の弱点なのだ。自分が加害者なのに周囲から責められる被害者だと感じてしまうのだ。それは認知の歪みよね。でもだからといって暴力が許されるわけじゃないわ。もちろんなのだ。ただその歪みがいかに深刻だったかを理解することが再発防止につながるのだと思うのだ。そうね。なぜこうなったかを理解することは大切よ。事件の数ヶ月前、加害者の借金はすでに返済不能なレベルに達していたのだ。複数の貸金業者から督促状が届いていたと捜査関係者は明かしているのだ。それでもパチンコをやめなかったの？やめられなかったのだ。それがギャンブル依存症という病気の恐ろしさなのだ。破滅が見えていても次こそ取り戻せるという幻想が手を止めさせないのだ。取り戻せるという幻想が全てを壊していくのね。この頃加害者は家族に対して金を無心するようになっていたのだ。当初は少しだけという言葉で貸していた家族も次第に断るようになっていったのだ。当然よ。いくら渡しても消えていくだけなんだから。断られるたびに加害者の中で何かが積み重なっていったのだ。その感情は怒りとも絶望ともつかないどす黒いものだったと思うのだ。家族に頼れなくなった時、人はどこへ向かうのくしゃ。支援機関に相談するという選択肢があったのだ。ギャンブル依存症の回復施設や精神科クリニック、また行政の相談窓口も当時すでに存在していたのだ。じゃあ相談できる場所はあったのね。あったのだ。しかし加害者がそこに足を向けた形跡は確認されていないのだ。恥ずかしい、弱いと思われたくないという感情が助けを求める一歩を妨げたと考えられるのだ。そのプライドが最悪の結末を招いてしまったので。事件の直前、
加害者はとうとう手元に一切の現金を持てない状態に陥っていたのだ。食費すら工面できない日が続いていたと伝えられているのだ。食費もなの？それはもう限界を超えているわよ。まさにその限界の向こう側。彼は最悪の決断をしてしまったのだ。頭の中に浮かんだのは身近にいる家族のことだったのだ。守るべき家族が標的になってしまったということね。この事件がタイプ4家族間親族殺人と分類されるゆえんがここにあるのだ。長年の関係性が積み重なった末に最も信頼されるべき存在が強行の矛先を向けてしまったのだ。一番近くにいる人間を傷つけるなんて、上だけ心が壊れてしまっていたのかしら。ここで被害者について話したいのだ。被害者は加害者と親族関係にあった人物で、日頃から加害者の面倒を見ていたと伝えられているのだ。世話をしていた人が命を奪われてしまったのね。被害者は地道に働き、加害者に対しても最後まで関わりを持ち続けていたそうなのだ。近所に住む高齢の女性は真面目で優しい人だったと語っているのだ。そんな人が犠牲になったなんて本当に胸が痛いわ。被害者から見た加害者との関係は決して対等ではなかったと伝えられているのだ。加害者のギャンブル依存によって家族全体が長年にわたり影響を受けており、被害者もその苦しさを身近で見続けていた一人だったのだ。被害者こそがずっと苦労を背負ってきた側だったかもしれないのね。そういう関係性の中で加害者は金銭を求めることを繰り返していたと伝えられているのだ。被害者はその度に対応を迫られ、精神的な負担を積み重ねていたそうなのだ。お金をめぐるやり取りが続いていたのね。それがとうとう取り返しのつかない形で爆発してしまったということかしら。事件当日のことを話すのだ。加害者はその日深刻な金銭的行き詰まりに陥っていたのだ。ギャンブルで作った借金の返済が迫っており、手元にはほとんど現金が残っていなかったと伝えられているのだ。そんな追い詰められた状態で家族の元へ向かったの？そうなのだ。加害者は被害者の元を訪れ、金銭を要求したのだ。しかしその時被害者の手元にあったのはわずか500円相当の現金だったと記録されているのだ。500円、それだけのために命が奪われてしまったというの？この後事態は急転するのだ。加害者は被害者から現金を受け取ることができず、激しい怒りと焦りに駆られたのだ。加害者はその場にあった凶器となりうるものを手にし、被害者に向かって歩み寄ったのだ。被害者は加害者の剣幕に驚き、後ずさりしようとしたが、室内の奥まった場所に追い詰められてしまったのだ。加害者は凶器を振り上げ、被害者に対して激しく打ち据えたのだ。最初の一撃が加わった瞬間、室内には鈍い衝撃音が響いたのだ。被害者は声を上げながら身を守ろうとしたが、加害者の攻撃は止まらなかったのだ。加害者はさらに力を込めて攻撃を繰り返し、被害者の抵抗は次第に弱まっていったのだ。やがて被害者の動きは完全に止まり、室内には加害者の荒い息遣いだけが残されたのだ。言葉が出ないわ。凶行の後、加害者は証拠を消すために動いたのだ。自分が触れた箇所を布で拭い、現場に残された自分の痕跡を取り除こうと試みたと捜査記録は示しているのだ。証拠隠滅の動きを冷静にとっていたということなのね。しかしその作業は徹底されていなかったのだ。加害者が見落とした指紋や痕跡が複数箇所に残されており、後の鑑識作業でそれらが回収されたのだ。完全には隠しきれなかったのね。事件が発覚したのは被害者と連絡が取れなくなったことを不審に思った関係者が現場を訪れたことがきっかけだったのだ。室内の様子を確認した関係者はすぐに通報したと伝えられているのだ。発見者の方もさぞかし衝撃だったでしょうね。通報を受けた捜査当局は現場を封鎖し、鑑識作業を開始したのだ。残された痕跡の分析が進む中で、捜査の方向は加害者へと絞られていったのだ。証拠隠滅が不完全だったことが捜査の突破口になったのね。加害者は事件からほどなくして身柄を確保されたのだ。当局の取り調べに対し、加害者は当初は事実を否定する姿勢を見せたと伝えられているのだ。自分がしたことを分かっていながら隠そうとしたのね。しかし物証と証言が積み重なるにつれ、加害者は最終的に犯行を認めたのだ。動機は金銭の取得であり、取得できた額はわずか500円相当に過ぎなかったと供述したと報じられているのだ。500円のために家族の命を奪って証拠まで隠そうとしたなんて到底理解できないわよ。裁判では強盗殺人罪が適用され、加害者には無期懲役の判決が言い渡されたのだ。それが司法の出した答えなのね。でも被害者が戻ってくるわけじゃない。本当に辛いわ。この事件が突きつけるのは、ギャンブル依存が家族という最も近い関係をどれほど残酷に壊しうるかという問題なのだ。被害者は加害者にとって最も身近な存在だったのに、その命が500円という金額の前に奪われてしまったのだ。依存症が放置された時、その被害は家族の中で最も深く静かに積み重なっていくのよね。捜査関係者によると、加害者のギャンブル依存の程度は事件当時すでに深刻な段階に達していたと伝えられているのだ。金銭感覚が著しく失われ、
他者への共感が薄れていた状態だったと分析されているのだ。依存症そのものへの対処がもっと早い段階でできていたらと思わずにはいられないわ。また証拠隠滅を試みたという事実は加害者が犯行直後に一定の判断能力を保っていたことを示しているのだ。衝動的な強行でありながらその後の行動には計算が伴っていたということなのだ。感情が爆発して人を傷つけておきながら証拠を消すことは冷静に考えていたということなの？そうなのだ。この点は裁判でも争点の一つになったと伝えられているのだ。計画性の有無と犯行後の行動が量刑判断に影響を与えた可能性があるのだ。無期懲役という判決の背景にはそういった事情も含まれているのかもしれないわね。被害者はその日まさかそれが最後になるとは思っていなかったはずなのだ。家族と思っていた相手に命を奪われた事実はあまりに理不尽なのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まずこの事件で最も気になるのは加害者の内面がどの時点から崩壊していったかという問題なのだ。ギャンブル依存が引き金になったのは明らかだけどそれだけじゃ説明できない気がするわ。僕もそう思うのだ。ギャンブル依存症というのは単にお金を使いすぎるという話ではないのだ。自己制御の回路そのものが壊れていく病だと伝えられているのだ。脳の報酬系が狂っていくって話は聞いたことがあるわ。そうなのだ。ギャンブルによる刺激を繰り返すうちに普通の判断基準が機能しなくなっていく。借金が膨らんでいても次で取り返せるという思考が止められなくなるのだ。それが積み重なって最終的に家族に手をかけるところまで追い詰められたということなの？僕はこう思うのだ。加害者の内面崩壊はギャンブルへの依存が始まった時点ではなくもう誰にも助けを求められないと感じた瞬間に決定的になったと思うのだ。孤立ということかしら？そうなのだ。借金の問題を抱えながらも外部に相談できる窓口や人間関係が見えなくなっていた可能性があるのだ。報酬が500円相当という事実がそれを象徴していると思うのだ。500円のために命を奪うなんて追い詰められ方が尋常じゃないわよ。そうなのだ。これは合理的な強盗ではなく正常な判断力を失った人間が起こした破滅的な行動なのだ。その金額が示すのはもはや計算能力すら機能していなかったという事実だと思うのだ。でもさっきの話では犯行後に証拠隠滅を図っていたという点があったわよね。計算できていない人間が証拠を消そうとするかしら？メタンが指摘した点は重要なのだ。ここにこの事件の矛盾があると思うのだ。犯行の動機やターゲットの選択には判断力の崩壊が見えるのに犯行後の行動には冷静さが残っていたのだ。2層になっているのね。感情の部分は崩壊していたけど自己保存の本能だけは残っていたということかしら？まさにそうだと思うのだ。人間の脳は極限状態でも自分を守ろうとする部分だけは動き続けることがあると伝えられているのだ。証拠隠滅はその自己保存回路が動いた結果なのだ。そう考えると余計に怖いわ。自分が何をしたかは分かっていながらそれでも隠そうとしていたということでしょう。そうなのだ。この点からすると加害者は衝動を止められなかった人間であると同時に自分の行為の深刻さを理解していた人間でもあったと思うのだ。だとすれば止められたはずよ。手をかける前にどこかで踏みとどまれたんじゃないの？僕もそこが一番苦しい部分なのだ。なぜ逃げるという選択肢が見えなかったのかという問いなのだ。家を出る、誰かに相談する、自分が消える、いくらでも他の道はあったはずよね。そうなのだ。しかしギャンブル依存の末期状態では選択肢が極端に狭く見えるという研究結果があると伝えられているのだ。逃げるという発想が視野に入らなくなっていた可能性があるのだ。トンネル視野みたいなものかしら？目の前の問題しか見えなくなるという。まさにそうなのだ。そしてそのトンネルの先に近くにいる人間から奪うという歪んだ解決策だけが浮かび上がってしまったのだと思うのだ。被害者は家族だったわけでしょう。最も近くにいた人が最も危険な場所にいたことになるわね。そうなのだ。この事件がタイプ4つまり家族間親族殺人に分類される理由がここにあるのだ。長期的な関係性の中で積み重なった何かが最終的に爆発したと見ることができるのだ。長期的な関係性の中でということはその関係に依存する構造があった可能性もあるわよね。その点も僕は注目しているのだ。共依存という概念があるのだ。一方が問題を抱えていてももう一方がそれを支え続けることで関係が維持される構造なのだ。つまり被害者側が加害者の問題を長い間支えていた可能性があるということ？その可能性があると思うのだ。500円相当の報酬という点からすると被害者は大きな資産を持っていたわけではないのだ。それでもターゲットになったのは関係性の中でこの人から奪えるという歪んだ認識が生まれていたからではないかと思うのだ。支えてきた相手に奪われるなんてあまりにひどいわ。そうなのだ。もし共依存的な関係があったとすれば
被害者は長年にわたって加害者の問題を抱え込んでいたことになるのだ。そのこと自体も深く考えなければならない問題なのだ。でも加害者の内面崩壊の始まりという点に戻ると、最初のきっかけはやはりギャンブル依存そのものだったと思うわ。そうなのだ。ギャンブル依存症は放置すれば確実に人格と判断力を侵食していく問題なのだ。早期に介入できていればこの悲劇は防げた可能性があるのだ。社会的なセーフティーネットが機能していればということね。そうなのだ。依存症の相談窓口や家族が抱える問題を外部に打ち明けられる環境があれば、加害者が追い詰められる前に何らかの手が打てたはずなのだ。でも当時そういった支援の認知度はまだ低かったのかもしれないわね。その通りだと思うのだ。2012年という時代はギャンブル依存症への社会的な理解がまだ十分ではなかった時期なのだ。問題を抱えた人間が孤立しやすい構造があったと言えるのだ。孤立が人を壊すというのはこの事件でも見えてくるわね。僕はやっぱりこの事件の根本には孤立と追い詰められた認知の歪みがあったと思うのだ。ギャンブル依存という病が進行する中で逃げ道が見えなくなり、最も近くにいた存在に向かって破滅的な行動が向けられたのだ。私も同じ見方をしているわ。でも逃げ道を用意できなかった社会の問題も同時に問い続けなければいけないと思うのよ。では次に、周囲がこの事件を防げなかったかもしれない不可説について考えてみたいのだ。行政や近隣が早い段階で介入できていたら違う結末があったかもしれないわよね。まずギャンブル依存が深刻化していく過程で加害者の生活は確実に崩れていったはずなのだ。家賃の滞納や公共料金の未払いといったサインは行政窓口が把握できる情報だったと思うのだ。確かにお金に困っている状態ってどこかに記録として残るものよね。生活保護の相談窓口や消費者金融への多重債務の記録など複数の機関がバラバラに情報を持っていた可能性があるのだ。それらが一箇所に集約されていれば早期介入のきっかけになれたはずなのだ。でも当時は縦割り行政の壁があって、そういった情報が横断的に共有される仕組みはほとんどなかったわ。その通りなのだ。福祉、消費者相談、警察、医療が連携できていればギャンブル依存が家族関係を壊す前に手が打てた可能性があるのだ。近隣住民という視点ではどうかしら。生活が荒れていれば騒音や一種昼夜逆転の生活音など何らかの異変は外に漏れていたはずよね。近隣が何かおかしいと感じたとしても個人の家庭内問題に踏み込むことへの躊躇があったのだと思うのだ。日本の地域社会では余計なお世話という感覚が介入を阻む構造があるのだ。その見て見ぬふりの文化が結果的に被害者を孤立させてしまうのよね。もし民生委員や町内会の担当者が定期的に訪問する仕組みが機能していれば家庭内の緊張状態を早期に察知できた可能性があると思うのだ。訪問支援って実際には人手不足で形骸化していることも多いのよね。制度はあっても機能していないというギャップが問題だわ。まさにそこなのだ。制度の存在と制度が実際に機能しているかどうかは全く別の話なのだ。次に社会構造そのものへの批判について話してみましょうよ。この事件はギャンブル依存が引き金になっているのだが、依存症という病気を自己責任として処理する社会的風潮が根本的な問題だと思うのだ。自分が悪いんでしょという目線が助けを求めることをさらに難しくしてしまうわよね。ギャンブル依存症は脳の報酬系に関わる疾患であって意志の弱さや道徳の問題ではないのだ。それを個人の問題として放置してきた社会の側にも責任があるのだと思うのだ。2018年のギャンブル依存症対策基本法の成立まで日本にはこの問題に特化した法的な枠組みすらなかったのよ。2012年当時は本当に手薄だったわ。その空白期間に多くの家庭が壊れていったことを考えると立法の遅れが持っていたコストは非常に大きかったのだと思うのだ。そのコストを支払わされたのは被害者だったという事実が辛いわ。また家族間の問題という点で DV や介護疲れとの共通構造も見えてくるのだ。密室化した家庭の中で一方が追い詰められていく過程を外から察知するのは極めて難しいのだ。でも完全に不可能ではないはずよ。学校、職場、医療機関といったアクセスポイントで関係者の異変をキャッチする仕組みがあれば変わるんじゃないかしら。例えば学校であれば子供を通じて家庭の異変が見えることがあるのだ。職場であれば出勤状況や言動の変化が手がかりになるのだ。それぞれの現場に気づいたら相談をというチャンネルが整備されていることが重要なのだと思うのだ。でもそのチャンネルへの相談を受けた後、実際に動ける体制があるかどうかも問題よね。相談窓口はあっても人員が足りなくて対応が追いつかないという話はよく聞くわ。相談を受け付けるだけで何も動かない窓口は存在しないのと同じなのだ。形だけの支援体制が当事者の信頼を損なうことにもなるのだ。そうよ。一度助けを求めて無視された人間は次に声を上げることが一層難しくなってしまうわ。この事件の証拠隠滅という側面に戻ると加害者が犯行後に隠蔽を図ったという事実は
追い詰められた状態での判断がいかに歪んでいたかを示しているのだと思うのだ。証拠を隠そうとすること自体、自分の行為が取り返しのつかないものだという認識はあったということよね。それでも止まれなかった、あるいはやまれる段階をとっくに過ぎていたというのが依存症の恐ろしさだと思うのだ。衝動を制御できない状態にまで追い込まれていたのだと思うのだ。分かっていても止められない、そのループが最悪の結果につながってしまったのね。社会がそのループを途中で断ち切れる介入点を持てていたかどうか、それがこの事件が突きつける最大の問いだと思うのだ。介入点という意味では、依存症の家族が相談できる場所の整備も欠かせないわよね。加害者だけでなく、周囲の家族も限界まで追い詰められていたはずだもの。家族がうちの人がおかしいと言える場所、そしてそれを受け止めて動ける機関の連携、この2つが同時に機能していなければ意味がないのだと思うのだ。片方だけあっても機能しないというのが現実の支援の難しさよね。僕はやっぱりこの事件は個人の凶悪性だけで語ってはいけないと思うのだ。依存症という病気を放置し、孤立した家庭の内側を見る仕組みを持てなかった社会の構造的な失敗がこの悲劇を生んだ大きな要因だと断言したいのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ、だからといって加害者の行為が許されるわけではない。その両方を同時に見ていくことがこういった事件から学ぶということだと思うのよ。というわけで今回はギャンブル依存が引き起こした強盗殺人事件、そして証拠隠滅という行為の背後にある社会的構造を解説したのだ。どうだったメタン？依存症という病気がこれほどまでに人を追い詰めるのかと改めて考えさせられたわ。仮説のパートで話した支援の網の目をすり抜けてしまう人たちの問題は今もきっと解決されていないのよね。被害者の方は最も信頼できるはずの身近な人物に命を奪われたのだ。その無念と失われた日常の重さを僕たちは忘れてはならないのだ。安心できるはずの場所で亡くなられた被害者の方に心からご冥福をお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。